お店の中にあるのは額縁だけ、さらには墨だけ、錦鯉だけなど、世の中には個性が際立った珍しい専門店が実はたくさんあるんです。今回取材に伺う専門店は、こちらに台本2つ用意してまして、どっちがいいですか2つ用意するって何ですか？内容これ書いてあること一緒ですけど、紙の色違うぐらいじゃないですか？何が違うって言いました？紙の色？紙？私たちの身の回りに欠かせない紙なんですが、なんと5000種類も取り揃えている紙の専門店があったんです。これって全部違う紙なんですか？そうですね。金ピカ、すごいすごい。正直儲かってらっしゃいますか？正直。一体どんなお客さんが来るのか気になる紙の専門店。お店は儲かっているのか、徹底調査しました。札幌テレビ塔も望める札幌の中心部なんですけれども、紙だけを売っている専門店があるということなんです。ということで早速辺りを探してみると、お、これ紙って書いてあります。目立ちますよね。紙一重が選べる紙広場。札幌の中心部で35年営んでいるペーパーショップ佐久間。紙屋さんだけにうまいキャッチフレーズもこのように書かれていましたが、一体どんな紙を置いているんでしょうか。早速気になる店内に潜入です。おお、図書館の匂いがする。結構奥まで広いですね。紙だけを売っている専門店と伺ったんですけれど、合ってますか？はい、その通りです。何種類ぐらいの紙があるんですか？取り寄せできる分とかも合わせると5000種類ぐらいにはなります。はい、5000種類も紙ってあるものなんですね。そうなんです。そうそうね。例えばこちらがグラシンという紙になるんですけれども、グラシン。肉まんの下に引いてあるような、はい。触ったことあります。ちょっとパリパリしてる薄い紙ですね。これも紙に入るんですね。はい。冬にお世話になってます。こちらのお店では文具店などで手に入りにくい珍しい紙も1枚から販売しているほか、1枚から買えるんです。お店にある専用の裁断機を使って好みのサイズに切ってもらうこともできる、まさに紙だけに特化したお店なんですよ。これちょっといい音するんです、切るとき。皆さん紙ってどれも同じじゃないのって思うかもしれませんが、5000種類の中には驚きの紙、不思議な紙、さまざまな発見がありましたよ。応援用紙。はい、多分一番馴染みがあるんだと思うんですけど、コピー機とかそういったプリンターで使う用紙になります。確かにこの段ボールに入ってるのとか、そうですね。よくオフィスとかに。こういうのは確かに買う方きっと多いですよね。そうですね。さらにお店の中を進んでいきますと、壁沿いにものすごい種類の紙がありますね。はい。これって全部違う紙なんですか？そうですね。模様だったり手触りとか、あと紙の厚さ、あとサイズとかすべてバラバラの1枚でバラ売りしてる紙になります。バラ売り。はい。そんな紙の使い方なんですが、紙好きの方がペーパークラフトを作ったり、読書のお供に気に入った紙をブックカバーとして使ったりという方もいらっしゃるそうなんですよ。気分が上がりそうですね。そうですよね。これ、触り心地もなんだか面白いですね。そうですね。こちらの紙はレザー風に凹凸のついた紙になりまして、確かにちょっとザラザラしてますね。そうですね。はい。昔からよくある紙なんですけれども、昔からよくある。よくあるのがとかに使われてたり。確かに言われてみれば。さあ突然ですが北本さん、村雨さん、問題ですよ。
こちらレザー風の模様が使われた厚紙なんですが、あるものによく使われています。さあ何でしょうか。ヒント、学生時代を思い出してください。なんか学生時代あれじゃないですか。教科書の紙。いや、みんなでこう書いてそれを集めて、だから卒業文集みたいな。正解はこちらです。よくあるのが小学校の文集なんかの表紙とかに、はい、ありがとうございます大正解でございます。なるほど。はい。確かに言われてみれば。北本さんすぐ分かりましたね。こちらの紙、学校の文集の表紙として人気の紙なんです。質感、見覚え、触った覚えあるんじゃないでしょうか。しかも丈夫なんですよね。これがそうですよね。ただ面白い紙まだまだあるんです。なんかすごいの見つけました。はい。これはい。金ピカ。うわー、すごい。これ1枚でどのぐらいのお値段？このサイズで1枚330円。330紙のグレードの中ではお値段高いものになりますね。どのぐらいの頻度で売れるものなんでしょうか。クリスマスとかお正月のシーズンになると、なるほどねそういった飾り付けをするのに使いたいっていう方で、やっぱり年末に売り上げが伸びるような感じですね。金箔だからもっと高いかと思ってました。そうですよね。ただ他にもこの紙使えばうわーこんな感じでキラッキラのブックカバーを作ったり、はいデスクのペン立てに巻いたりすれば、北本さんいかがですかね。なんか金運が上がりそうですね。そうですよね。そして紙業界でも実は毎年新作の紙というのが次々出ているそうなんです。紙の新作。今月入ったばかりの新商品でこちらの紙になるんですけれども、はい。はい、これが紙に牧草がすき込まれているものになりまして、牧草ちょっと触ってみてもいいですか。はい、どうぞどうぞ。これもちょっと厚めでそうですね。ザラッとした感じしますけど、はいえこのまだらなのが牧草。そうですね。で、あと匂いもするんです。確かに、はい、牧草の匂いが。牧草の香りが、はい。不思議。こんな匂いがここまでする紙って今までなかったので、これ気になると思いますのでスタジオにも紙をご用意しました。はい、触った感じ、そして香りもぜひ楽しんでください。確かに表面ザラザラしてますね。そしてものすごく丈夫な紙なんですね。厚さ嗅ぎます。もしっかりあって。する。すごい大自然。不思議ですね。この大きさで1枚550円します。あ、高級な紙だ。買われる方いらっしゃいました。まだちょっと。ずっと嗅いでますそう感動してる。なかなか皆さんも何に使うのっていうか。何に使ったらいいんだろう、確かに。ちょっとね、使いどころを考えようによってはあるかもしれないので、興味ある方はぜひお待ちしております。いい香りですね。ですよね。癖になります落ち着きね。他にも店内に紙を使った可愛らしい商品もこのように並んでますが、白い紙ですよ。はい。実にたくさん種類がこのようにあるんです。白だけで。白だけで。いろんな白があるってことですか。お店にある白い紙をずらっと並べてみました。ここにあるので何種類ですか。今ここにあるので20種類ですね。 20種類はいちょっと違いますね。いや、ずらっと並んだこの白い紙、一つ一つにちゃんと名前もついてるんですよね。素人には違いがちょっとわからない。20種類全部違い、福原さんわかるものなんですか。はい、わかります。商品1枚売りしてると値札がつけられないので。そっか、紙にはつけられない。そうなんです。触って何の紙っていうのがわからないとお会計ができないので。ということで専門店のスタッフは本当に紙を見極められるのか、私庭野が検証させていただきました。対戦相手でいいの？はじめに福原さんには目を隠していただきました、はい。その間に20種類の中から私が選んだ紙をあーなるほど見た目と触り心地だけで当てていただきます、どれがいいかな。だけどこれ私全然わかんないです。違う触っても何の違いがあるのかがわからない。じゃあこれにしてみます。これはわかんないんじゃないですか。お待たせしました。はいお持ちしました。はい目隠しを外していただいて、はい。さあ福原さんはいきなり渡されたこの白い紙を果たして見極められるんでしょうか。アラベール。正解です。そうですよ。迷いなく。これ見分けたポイントはどういったところなんですか。ちょっと真っ白というよりはきなりがかった色と、あと画用紙のようなザラッとした風合いですね。
さらにですね、その後も2回同じように紙当てクイズを行ったんですが、はい福原さん見事3問全問正解でした。だからこれが神業ですね。ですね。本当に恐れ入りました。神業でした。はいさあ、ここまで紙の奥深さ十分伝わったと思うんですけれども、紙って1枚あたりの値段もそんなに高くありませんよね。たくさん売らないとちょっと儲からなさそうじゃないですかね。だいたい1日に何人くらいお客さんいらっしゃるんですか？そうですね、来店のお客様はだいたい15人から20人ぐらいですね。お店には一体どんなお客さんがやってくるんでしょうか。別の日の店内をちょっと覗かせていただきました。うちのお客さんに向けた感謝祭ですね。チラシをチラシ、そうです。切り絵を作っているので、その切り絵の大きな用紙がここにしかないので、さまざまな紙を使う切り絵作家をしているという女性。お店ではこれまで1000枚以上も紙を買っているそうです。他には売ってない素材の紙もここならあるので、すごく助かってます。続いて店員さんに何やら相談事をしている男性。選んでいるのはトレーシングペーパーです。鉛筆とかで写すわけではなくて、照明の色をちょっと落とすために欲しいと。なるほど。 LED のライトにちょっとこうつけて、ちょっと光を抑えて写し込みたいっていうタイプです。何のためにそれをやる？それは、作品ですかね。光を抑える作品のため、一体どう使うんでしょうか。はい気になったので訪ねてみました。工房のような場所で別の男性と何やら作業をなさっています。私ですね、今月写真展を予定しておりまして、後ろからこう LED ライトを当ててですね、っていうような作品を今考えてまして、明かりをですね少しこう和らげるっていう、そういう意味合いでトレーシングペーパー必要になってくるんですよね。紙を購入した男性はこの展示会を演出するお仕事をしているということで、この日もいろんな紙を当てて作品の見え方を確認していました。やっぱりトレーシングペーパーでこれです、これ正解だったですね。 C ですね。いや、めっちゃいいわこのためにあるっていうふうに思えるような紙を見つけてきていただいてですね、すごく嬉しいですね。いや、紙と言いますと書くだけと思いがちですが、本当にいろんな使い方があるんですよね。その後も店内の様子を見ていましたが、お客さんがなかなか来ない時間もあってちょっと心配になりました。大変伺いづらいんですけれども、正直儲かってらっしゃいますか？すごいこと聞きますね。すいません。さあ、紙一本だけで商売を続けるこちらの専門店、果たして儲かっているんでしょうか？お店だけでは正直赤字なんですが、全体ではなんとかなっております。全体としては儲かってらっしゃる。そうですね、はい。どういうことなんですか？紙の専門店が儲かる秘密、それは別の場所にあるこちらの倉庫にあったんです。倉庫の中を見てみますと、箱に入っているのはすべて大量の紙。実は紙の専門店の本業は町の印刷屋さんなどに紙を届ける卸問屋さんだったんです。急ぎの仕事だとかっていうのも多分対応もそれなりにしてくれるので、うちとしてはやっぱありがたいと思いますね。さらに紙を届ける先にはこんな意外な場所も。ごちそうさまです。佐久間です。札幌市内にある喫茶店です。喫茶店、紙をたくさん使うイメージはありませんよね。そうですね。この紙って何に使われるんですか？メニュー、店舗のメニューに使ってます。毎月1回1000枚以上は依頼してます。そうなんですよ。喫茶店には欠かすことのできないのがこのメニュー表ですよね。
こちらのお店では毎月限定メニューが登場するので、市内11店舗で毎月メニュー表を作り変えているということなんです。おしゃれなお店、メニュー表にもこだわりますね。普通のコピー用紙使うとちょっと暗く写ってしまったりとかすることもあるので、写真が綺麗に見えるように用紙を選んでます。さらに道産和牛にこだわるちょっとお高い焼肉店でも、お店のコンセプト、雰囲気だったりに合ったちょっとこういう、キラキラした紙をこだわって使ってます。メニュー表に使うのはペーパーショップ佐久間で仕入れるこだわりの高級紙なんです。身の回りには本当にいろいろな紙が使われているんですよね。そうですね。あまり気づかなかったです。ただお店だけでは赤字だという紙の専門店、本業の卸問屋だけをやっていた方が正直儲かる気はしますよね。またまた余計なお世話を。やっぱり紙の良さは実際に触っていただいたりとかしないと伝わりにくい部分があるので、紙をもっと身近なものとして感じてもらいたいということでお店を続けております。確かに今日実際触ってなんなら嗅いで、そうですね。楽しかったです。よかったです。はい。この店舗はこれからも続けられるんでしょうか。そうですね。頑張っていきたいと思います。なるほど。応援しております。ありがとうございます。いや非常に余計なお世話な失礼な質問をしてしまったんですけれども、総合的には儲かってらっしゃるということでした。はい。ね、卸問屋ではいらっしゃいますけれども、こういう店舗に関しては私たちみたいな一般のお客さんが行って1枚から買うことができるっていうことですよね。そうなんです。一枚一枚触って相談にも乗ってくださるので結構楽しいですよ。なんか紙って文字を書くためのものだというふうに思っていましたが、紙自体にもいろんな種類があって、そしてそこには魅力だったり、いわゆる違った情報が入ってるっていうんですか、なんか我々が感じ取ることができるものがたくさんあるんだなと思いましたね。やっぱり紙の専門店なので、ここにしかない紙を求めて、ここに来るっていうお客さんがいらっしゃるので、そういう方にとってもこの専門店、店舗は残していきたいというふうにお話をなさってました。我々ちょっと紙を探しに行きたいですね。ちょっとね。これもね、香りを嗅いでみないとわからないですからね。ずっと嗅いでましたね。ありがとうございました。